第7章、軍曹。素早く仕留める。スタープラチナ、ザ・ワールド。これはどういうことか。ここまでは全然戦ってこなかったんですよね。13章のうち6章くらいまで全然戦わせてくれないんですよ。戦わせてくれ。準備しろ。なるべく戦うな。戦う前に考えろ。守りを固めろ。仲間を増やせ。相手を操れ。でも、やるんだったら、っていうのが7章から始まるんです。以上です。先生。風林火山っていう言葉は知ってますか？四字熟語の武田信玄。その方が日本人にね、馴染むように翻訳して広まったんですよね。よし、これをね、解説していきます。風林火山。早きこと風のごとく、速攻で攻めます。静かなること林のごとく。火を隠すなら森の中って言いますし、誰も知られるな。そもそも敵と思われるな。で、戦略すること、火のごとく。当時はね、火っていうのは、消すのは大変ですからね、速攻で回っていってどうしようもない猛烈な力があると思われていました。実際現在でもそうですよね。家が燃えたらもう結構大変ですから。動かざるごと、山のごと、こいつ攻めても無駄だって思われるくらいね、山のように構える。強大な戦意喪失されるような山のように構えろ。実はこれ、風林火山続きがあるっていうのをみんなご存知でしたか？霧がたきごとく、影のごとく。すごくないように見えるけど、お前を殺せる力があるんだよぐらいの最高ですね。動くこと、イカズチのごとく。うわ！見ていて爽快ですね。おとなしくしている期間と動く期間が交互になっているんですよね。早きこと風のごとく。静かなること林のごとく。戦略すること火のごとく。動かざること山のごとく。しがたきこと影のごとく。動くことイカズチのごとく。サイレント&スピード。相手がやり返す隙も与えない。長期化するとこっちも疲れるから、疲れる状態になってしまったら負ける隙を第三者、他の人にね、待機している敵のチームに与えるから、絶対そういう隙を与えてはならないんです。リアリティイベントで言うと、お金が足らなくなる、資金が枯渇してしまいます。個人でも仕事せずに配信しているわけですから、リスナーからお小遣い予算をね、超過した赤字家計で投げ銭をしてもらっている状態。経済的に厳しくなるし、リスナー協力者どんどん疲弊していく。ロシアがね、1年以上ウクライナに戦争を仕掛けているんだけど、理解できないんですよね。孫子の兵法知らないんですかね。相手に弱点を晒してしまう隙を与えてはならない。長い戦いには何のメリットもない。だいぶ私たちは賢くなりましたよね。準備しろ。なるべく戦うな。戦う前に考えろ。守りを固めろ。仲間を増やせ。うわ。相手を操れ。孤独にさせろ。計り事を立て。やると乗ったら速攻だ。切り上げるのも速攻なんですよね。孫子は、窮地に迫ることなかれという言葉を残しています。嘘猫を噛む。っていう言葉日本にありますよね。敵を追い詰めると自爆覚悟で向かってくる。殺す必要はない。追い詰めずに相手の資源を取り込むんだ。仲間にしちゃえ。YouTube もね、Google に買収されて、プラットフォームを乗っ取りそのまま使っています。近年の世界の戦い方は敵を潰さず仲間にする風潮になりつつありますね。敵だったやつを味方にするっていうのはどうすればいいか。それも書かれています。兵の肩は水にかたどる。ワンパターンで攻めてはいけないよ。水のように変化するんだ。実を避けて強を打つ。私的には家の雨漏りを連想しますね。家の老朽化したところを探すように隙間から水が落ちてくる。水は通り道を塞がれると低い方に迂回していく。弱点をつけとおっしゃってるんです。野原しんのすけお決まりのシーンでも刀を持った大将を5歳児の非力な幼稚園児が勝つためにどんな卑怯だろうが勝つ手段を取ってきます。作者は非力な子供でも身を守る手段を教えているんじゃないかな。これは子供の教育向け、体の弱点をおっしゃっていて、いや違う。私が言いたいのはそうじゃないんだ。戦術で弱点をつくんだ。こんな感じで。可愛い女の子がたくさんいて、ライバルいっぱいいるじゃないですか。ね。リアリティ内にたくさんいる可愛い女の子。で、その女の子に群がう病的な男性リスナーっていうのは資金を持ってるだけあって厄介ですよね。
授業に出場できたとします。みんなの学校生活にも応用ができますね。弱点をつく。私の得意なエリアで、かつ相手の苦手なアウェイのところに誘い込むんですよね。例えば私は大学で学士を取得して、熱力学、流体力学、引き換え力学、自動車工学を学び、国家資格の自動車が整備し、ディーゼルとガソリンエンジンを持っています。そこで配信者相手に、あなたはこの謎、問題解けますかって言って、この動力法則器どうなってるのかなって。で、絶対私が勝ちますよね。このように水のように弱いところをついていく。さあ、書けるか書けないのか、はっきり言葉に出して言ってもらおう。ダービーまとめいきますね。この本は必ずしも力が強いとか才能がある人だけのものじゃなくて、いかに戦略で勝つか、ここがすごく面白くて、私たち普通の人間でも応用できるテクニックなんです。11番、窮地。9パターンの環境。五越同州っていう四字熟語ありますよね。五と越っていうのは敵の国なんですよ。お互い敵の国。敵関係の二人が同じ船に乗っている。敵なのに同じ環境にいる。皆さんもありますよね。学校で他人の都合で一つの場所にまとめられている。嫌いなクラスメイトいませんでしたか？ぶん殴りたいやついませんでしたか？会社の部署でも仲いい人と仲悪い人、苦手な人がいる。そういう時敵同士でも同じ船に乗せたら手を取り合うっていうこと。敵対関係二人に一緒のプロジェクトをさせる。そして二人共通の敵を作り出せ。というんです。敵の敵は味方ってよく言いますよね。で、ターニメーターで人工知能が暴走して機械戦争が起きたら人類、機械と表記されるように国境は関係なくなりますね。国同士で戦争している場合じゃない。日本の歴史でもそういうのがあって、薩摩、土佐、長州、それぞれ仲が悪かったです。それを江戸幕府に対抗して新時代を作ろうとして明治時代の先導者となったんです。敵同士は共通の敵を見つけて同じプロジェクトを進めることで仲良くできる。だからライバルだったやつも殺す必要はない。我々のチームに入れて組織を大きくしろ。そう書かれている2700年前のことですよね。やばい。すごいですね。フリーザと悟空が一緒に戦ってる。これが信頼。あなたからの礼なんてよしてください。よし、10人洋館。その上で情報収集に戻ります。戦うと決まっていて、こいつがどういうやつなのか事前に調べるとするなら、どうやって調べますか？自分が行くと危険じゃないですか。ね、大将行ってもこれで危ないんです。そう、スパイを使うんだ。精妙を知り、我が勘をして、必ず求めてこれを知らしむ。敵組織の名前をリストアップする。しかしこれ、リアリティの配信のユーザーはね、慣れてるんですよね。みんなやってます。そう、Twitter のアカウントやサブアカウントです。みんな世間体を気にしてね、アカウントを変装して見に行ったり、敵のファンとして見に行ったり、コメントしたりすることもありますよね。俺のスタンドクヌムシンは変身できるスタンド。身長も体重も匂いまでも思いのまま。帽子は髪の毛を変化させて作ったぜ。な、ウヒお前がそんな声出すなんてなんか変だぞ。次、火攻め。今の日本でライバル配信者の家を火攻めにすると、放火魔として捕まっちゃいますから、決して感情で戦ってはいけない。相手が憎いから邪魔だから、文句言われたからだからといって我を忘れるな。どうしても戦わないといけない状況の時に、冷静に判断して戦いを始めてください。そうおっしゃってるんですよね、孫子は。怒りを持って死を起こすべからず。最初から最後までいかに戦わないかを記した書物です。一重に右でやってくれ。No 左。No 両方ですか？ Yes もしかしてオラオラですか？テレスティダービーリタイア。
皆さんお疲れ様でした。これが以上13章すべて終わりです。はい、まとめです。2700年間どうしてここまで語り継がれているのでしょうか。ナポレオンの戦術が第二次世界大戦に採用されていて流行ったんですけど、平和な国がね、戦争に参加しなかった平和な国が豊かになっていったんです。アメリカとソ連が冷戦した44年間の間に高度成長の日本が世界第1位となっていました。会社の時価総額ランキングも上位を日本企業が独占していました。NTT や東京電力、東芝、トヨタ自動車とか。今の車のシート結構硬いんじゃないですか？バブル期は家にあるソファー並みの装備されていました。みんなどんな暮らしをしていたんでしょうね、バブルの成長期は。アメリカとソ連は思うんですよ。あれこれどこか書いてあったよな。勝つべきは敵にあり、守りを固めて待つ。その兵法に書かれています。戦いを長引かせたらお互い貧乏になるよ。天下統一を果たした徳川家康も、泣かぬなら泣くまで的をホトトギス、戦いを仕掛けず、相手がライバルと戦い、疲弊した状態まで待つ。で、疲れ切った時のところに、私が戦いに行くっていう戦法。日本もね、反省する時期があって、第二次世界大戦、日本は領土を中国やフィリピンに領土を拡大していった結果、軍艦や人が分散してしまい、国が弱くなっていった。そう、無理をするな。敵のリサーチを怠るな。なるべく戦うな。戦うなら瞬殺しろ。不利になったら一目散にすぐ逃げろ。孫子の兵法を守ってればよかったんですよ。半世紀に及ぶ世界大戦。疲れ切って世界は悟るんですよ。あ、やっぱり孫子の兵法がいいな。もう第4章、4つの動画にわたり解説してきました。まとめです。兵は気道なり、戦いとは欺くこと。敵を怒らせて心を動揺させればその力に隙が生じる。貴様がやろうとしているのはそれだろう。その手には喋ればダービーの命はないというわけか。さあ、かけるかかけないのか、はっきり言葉に出して言ってもらおう。ダービ俺は相手の心が読めるんだ。俺は丈太郎の心が読めるんだぞ。スタープラチナをイカ様に使っているな。ノーイカ様をしているのはこの辺だな。ノースコンだろ丈太郎。イエス。なんで読みと違うボールが来るんだ。なんだこいつのスタンドは。時間でも止められたみたいに速すぎる。おら以上です先生。なんでこの動画をね、長い時間をかけて作ったかっていうと、私の子供に受け継ぐ知識であり、組織を作り守っていくために必要な知識だと思ったから、私の関係者だったら絶対知っておいてほしいと思った。組織を作り守っていく強さになると信じている。私がこの勉強した理由っていうのは、グリーの親会社であるリアリティ主催の公式番組リアリティ学園に出場したいという夢があったから。しかしね、この番組には選ばれたスターしか出演できないという壁があったんですよ。私は人見知りでコミュ障なんですけど、それでも挑戦したいと思った。私が挑戦したら、成功したら、それは一生の思い出となって、少ない私を信じてくれた仲間たちっていうのは、先見の目があるっていうことを私が証明して、みんながから認められることができる。リアリティでの配信で私はプラットフォームでエンタメを求め、暇な人たちに向けて話しかけてるなっていうのは、理解してます。私の話は面白くないし、トーク力もない。しかし、私はこの壁を越えようとしている。私の作戦については話していないんですよね。そう、実践してるんです。私は運命に逆らって、公式番組に出場することができたら自分が誇れる。そう。運命に抗えるパワーというのは誰にだってある。私が証明する。見てろ。そして仲間になってほしい。お前という存在を世界に教えてやる。それじゃあ皆さん仕事も遊びも全力で楽しんでいきましょう。本日ありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。ではごきげんよう。
こいつのスタンドは時間でも止められたみたいに速すぎる。おら